うまくいかないんです。薬で。先日海苔のシンポジウムに行ってきたんですが、海藻の海苔に含まれる成分ポルフィランが肥満や糖尿病、肝がんを予防する可能性があることが分かったっていうのがあったので、今回紹介してみようと思います。まず先生の名前は渡辺光弘さんって方で、よくテレビとかに出演してらっしゃるみたいで、ちょっとググると今回のことに関していろんな記事が出てきます。研究結果はこんな感じで、 4K 動画なのでスクリーンショットとかで後でゆっくり見れるかなと思います。最初は動画を切り抜いて簡潔に説明してみようと思います。後半はそのままの映像を流していこうと思います。あと基本的にマウスでの実験みたいです。そして概要欄にチャプターとして飛べるようにタイムラインを載せておきますね。まずは体質改善。体質改善には腸の環境を変えてあげる。まず腸内環境を整えることが大事で、腸にいい菌が住めるような状態にするのがベストなんだけど、そこで海苔とかの食物繊維が腸内環境をちゃんと整えてくれる、体質改善をしてくれるけど、もし腸の環境が整ってないとヨーグルトとかのビフィズス菌とかを飲んでも一時的に良くなるけれど、腸の環境が整ってないとまた戻っちゃうよって話でした。結論、まず海苔とかの食物繊維で腸内環境を整えよう。次は胆汁酸。で、僕の、一応得意分野の、胆汁酸のところにやってきたんで、胆汁酸を、解析しました。肝臓で作られる一次胆汁酸、これが腸内細菌による変化によって二次胆汁酸、悪い胆汁酸に分かれるんだけど、この悪い胆汁酸ががんのリスクを高めて BCA と LCA という有名な悪い胆汁酸が海苔で減るっていうのが分かったらしいです。そして今度は腸内細菌に着目すると、海苔を食べると多様性が良くなり、いい菌が増えて悪い菌が減る。つまり腸内細菌が変動して善玉菌が増えるようになるみたいです。結論、海苔を食べると腸内細菌が変動して善玉菌が増え、悪い胆汁酸が減ってがんになりにくいと。セラミドの低下。セラミドが良くなると、肝臓での、脂肪の、合成が、落ちると。短く説明すると、さっきの胆汁酸がセラミドをコントロールしている。海苔を食べるとセラミドを作る遺伝子が減る。セラミドが良くなると肝臓での脂肪の合成が落ちる。血中のセラミドが減るとナッシュや肝がんのリスクが減る。これってやばいやつだよね。結論、セラミドが良くなると肝がんとかの病気になりにくい。ナッシュと肝がんにはで、もっと悪いやつも、改善できるんじゃないかというふうに、期待を、持って、研究を、しました。まず肝がん、他のがんは正直見てないです。まず肝臓がんから始めたので。セラミドより悪いやつナッシュも、脂肪肝が繊維化に行くところを海苔が食い止める。マウスに海苔を食べさせると繊維化したのが消える。そして肝がん、強い発がん性物質を与えたネズミとそうじゃないネズミに海苔を与えるとがんができない。正直海苔すごいと思います。結論、ナッシュも肝がんも海苔で減る。海苔すげえ。じゃあどれくらいで効果が出るのか。ちょうどいい感じなので、ここから先生の話につなげていこうと思います。よく聞かれるのは、人が食べた場合どれぐらい食べりゃいいのっていう話を、聞かれます。で、赤ワインが、体にいいってみんな持っていますよね。ポリフェノール入ってるし。だけど、奥さんとかにあんまり飲んじゃうねっつってね、いいんだよ、赤ワインは体にいいんだから。で、あれ計算するとどれぐらい飲まなきゃいけないか知ってます？ 1 日20本飲まなきゃいけないんです。違う病気になっちゃうんですね。それこそアルコール性脂肪性肺炎になっちゃう。だけど今日話する海苔の話は
海苔を1日20枚増えてってなかなかちょっと無理ですよ。だけど僕らの実験はネズミのやつと人間のやつを体重とかを換算するとなんと1枚から2枚がいいんですよね。だからできうる話じゃないですか。おにぎり炒めてでお酒のつまみに海苔食べたりお味噌汁に海苔入れれば、まあこういうグラフ難しいと思うんですけども、要は海苔を食べると、脂肪を食べて悪くなった遺伝子が元通りに、レスキューされたっていうのは元通りになったっていうことですね。だから海苔を食べるとことごとく、良くなっている。しかもこの相関性というのは非常にきれいに、出ています。で、まあ、難しいデータは、別個にしてで海苔を食べると、脂肪を食べた悪くなった遺伝子が良くなるよっていうことだけ覚えて、書いていただければなと思います。でこれは実はうちら研究は、スイスの、ローザンヌ工科大学の教授と、一緒に、研究を、してきました。でこの辺の、遺伝子解析というのを彼らの技術を駆使したんですけれども、彼らは結構驚いたんですよ。こんなにきれいに逆相関になるってすごいぞ密っていうふうに言われたんですけども、本当にきれいに悪くなったやつが、よく、なっている。彼らもとっても驚いていました。次、腸内細菌に、着目しました。腸内細菌に、着目すると、これも、腸にある腸内細菌すべての遺伝子腸内細菌を、定量化して行いました。でそうすると海苔を、食べさせると、多様性が、良くなったっていうのと、あとは、この後で出てくる二次単重酸性菌が、減っていたっていうデータと、海苔を、食べると、このファーミバクテロイドスっていうのはいい菌なんですけど、いい菌が、増えて、悪い菌が減った。腸内細菌が、変動したということが、分かりました。善玉菌が、増えると。だからヨーグルトとかもいいんですけれども腸内僕はずっと言ってるんですけど菌を入れてもダメとは言わないけどとりあえずはいいんですけど飲むのをやめればすぐ元に戻っちゃいます。だから腸内環境いい菌が住めるような状態に、しておいてあげるのは、いいんだ。でそうしないと、ビフィズス菌を飲んだりなんとかを飲んでも一時的にはいいかもしれないけどすぐ戻っちゃう。体質改善には腸の環境を変えてあげる。でそのために海苔とか食物繊維食物繊維もいいんですけども特に海苔とかが、その腸内環境を、変えてくれるという結果が、出てきました。でこの、細かい解析をするとサテリア菌っていう、これもすごい注目されている菌なんですけども、これも、改善、して増えていました。であと単重酸二次単重酸酸性菌が減っていたということで僕の、一応得意分野の、単重酸のところにやってきたので単重酸を、解析しました。で単重酸っていうのは肝臓で作られる単重酸っていうのは一次単重酸、仮にこれをいい単重酸っていうふうに、今、言うとでこれがここの話をするとすごい長くなっちゃうんでしないですけれども腸内細菌によって実は二次単重酸って悪い単重酸になります。で、これが、がんのリスクを高めるっていうのはもう臨床研究では数十年前から、分かってはいたことなんですけれどもでいろいろお話ししたいところなんですけどコレステロール骨格を捨てないうちらの体っていうのは、飢餓の時代が長かったんでこういう高級なもの
コレステロール骨格は排出をしないで何度も何度も使うんですよ。でだから毒だって分かっててもまた吸収して使うんですよ、うちらの体っていうのでこいつがとにかく一次単純酸から二次単純酸になると、悪くなるんだよということです。でこの、単純酸を、30個ほど、解析してみると、この DCA、LCA っていうやつが、悪い単純酸の代表格ですけども、こいつがノリで、減るんだということが分かりました。でこれは先ほど示した二次単純酸産生菌が減っていたっていう結果と一致しています。でこの単純酸の分野っていうのは、さっき話しましたけど、僕が切り開いてきたやつが今世界では非常に話題になっていて、でロン・エヴァンスでこれは早期の、ノーベル賞の候補者ですけども、これご存知です。これはNIH アメリカの厚生局の、研究者ですけども、で彼らも、これを、この単純酸を研究、していて、でこの難しいですねこの単純酸が、セラミドっていう遺伝子を、コントロールするっていうことが、分かっていて、で要は何を見せるか分からない。これを見せればいい。海苔をこの赤とオレンジのやつはそうなんですけど、海苔を、食べさせると、セラミドを作る、遺伝子が減る。で実際に、血中の、セラミドが減る。でそれはセラミド合成はこの単純酸でコントロール、されていて FXR ってやつでコントロールされているんですけども、でそれが減ることによって、要は海苔を食べると、こいつが、良くなる。セラミドが良くなる。セラミドが良くなると、肝臓での、脂肪の、合成が、落ちるということが世界的に、報告、されています。単純酸、腸内細菌が変化して、FXR のアモニストが低下して、レオキセでセラミドが低下して、肝臓での、脂肪の、低下が、起きているんだということが、分かりました。でメカニズムが、一つ腸内細菌単純酸で、肝臓のところが、型が、ついてきました。でセラミドは、他にもエネルギー代謝を、更新させるということが、分かっています。で今肥満、糖尿病、脂肪肝のところまで、来たのでもっと悪いやつも、改善できるんじゃないかというふうに、期待を、持って、研究を、しました。でそれは何かというと、これ今日本でもすごい問題になってるやつですけども、問題になってるんですよ。実はナッシュって言われてるやつを、改善しなきゃいけない。日本人の健康寿命を、上げるために。でナッシュっていうのはさっきの脂肪肝が、繊維化のところに行くところを食い止める。でこれは国も相当お金をかけて、で国立循環器病センターとかいろんなところとやってるんですけど、なかなか決定打がないんですよ。決定打が全然見つからないで、困ってる、状態ですけども、次に 見たいというふうに思っているのは、このナッシュを、改善するんか、海苔は改善するんかっていうのを、見てみました。でそれはナッシュを誘導するような、食事を、食べさせて、海苔を、食べさせ、ました。でそうするとなんとこれが普通の食事で、これが、ハイコレステロール食事。この赤くなってるやつが、繊維化したやつですけども、これ赤くなってますよね。これが海苔を食べてるだけでなくなるんですよ、赤いのが。でそれが、分かりました。
でその、メカニズムも、解明はして、論文には報告してますけれども、ちょっと詳しすぎるんで、省略しますけれども、ここまで、来ました。で肥満糖尿病、脂肪肝、ナッシュまで、いったということは、次はじゃあがんに対してどうなるのかっていうのを、見たいと。肝がん、まず肝がん、他のがんは正直見てないです。まず肝臓がんから始めたんで、他の先生たちもよく聞かれるんですけど、肺がんにはどうなんだとか、どうなんだっていろいろ聞かれるんですけどもまず、肝がんを、見ていました。で今これに関しては国の AMED っていう、組織があるんですけども、厚生省と文科省とか一緒にやってる、で研究を進めている組織があるんですけど、そこで、一応金沢大学の先生たちと一緒に、研究を、しています。でまずノリに関して胆汁酸と、がんの発症に関してっていう、研究を進めています。で、このがんが良くなるのかっていうのを、確かめようということになりました。でこれはDMA っていうものすごい強い発がん物質をマウスに飲ましてるんですよね。で後で出てきますけど、半年もするとお腹の中はがんだらけになります。ものすごい強い発がん物質なんで、そいつを飲ましたやつにさらに海苔を食わしたらどうなるのかっていうのを、やってみたということです。そうすると信じられない結果が得られました。これが、普通の状態ですけども、これ DMBA を、どうですか、こうボコボコになってますよね。これが、肝臓がんです。で肝臓がんの個数も DMBA を、投与するとこれに対してこんな何百倍増えてるわけですよね。これがたかだかって言ったら失礼かもしれないですけども、たかだか海苔ですよ。普通にみんなが食べて海苔を食べてるだけで下の絵を見てがんができないんですよね。これは驚きの、僕はもうゾクゾクっとしましたけどね。でそのメカニズムっていうのは、腸内細菌を変えて、悪い二次胆汁酸を減らして、でおそらく、がんができない。でこの海苔のエクストラクトに関しては、人手の臨床試験も、しています。でマウスだけじゃなくてで、悪い胆汁酸も減るっていうことが分かっています。だけど人に発がん性物質を投与することはできないんでそんな実験はできないですけれども、ただ人に飲ませると悪い胆汁酸は減るということはマウスと同じように減るということは、確認しています。で、だから人でもこの効果がある可能性は非常に高いです。たかだかって言ったら失礼だけど、たかだかのりですよ。がんだって今ないんですよ、薬で。薬だってがんを本庄佑先生の免疫チェックはあれは有効ではあるんですけども 30% の人しか有効ではないですし、で非常に医療費も高いし、で普通の抗がん剤っていうのはあれは DNA の複製を抑えるやつだしないんですよ。それがたかだか海苔を食べてるだけでこんなになるということは、日々海苔を食べてればがんの発症、日本人今がん多いんですよね。2人に1人はがんで死ぬっていうふうに言われてますし、でその恐れから、逃れられるかもしれない。しかも海苔を消化できるのは日本人しかいない。でだから日本人だったら、海苔を食える。
っていう感じだと思います。以上なんですけども、腸内細菌を変動させて、悪い胆汁酸を減らして、で生活習慣病で最後は肝がんも、抑制できましたよ。で代謝疾患も、良くなりましたということです。結果として、海苔を食べるべきだというふうに思います。これ別に強制はしないけれども、海苔の業者さんもっと頑張って生産していただいて、で日本人がもっと、海苔を食べれば医療費も減ると思うんです。減る可能性は、非常に、高いんじゃないか。でそれから比べればね、海苔業者さんに少しあれしたって補助金入れたって、いいんじゃないかな。医療費が減ることを考えれば全然安いんじゃないかなというふうに思います。はい。ちょっと過ぎましたけれども、ご清聴どうもありがとうございました。個人的な感想として、前から噂は聞いてて、最初は本当なのかなと思ってましたが、マウスの結果だとしてもすごいことじゃないかと思います。これ人で成功したら間違いなくノーベル賞もんでしょう。渡辺先生、これからも頑張ってください。それでは See you。 最後までご視聴ありがとうございました。これからも面白い動画を作っていこうと思います。もし見て面白かったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。